雑談です。アバランチです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、お昼から打ち合わせ、陣内くんの打ち合わせがありまして、打ち合わせをしておりましたが、次のネタのね打ち合わせをしてて、今回は結構そこそこ大掛かりなロケになるんでお楽しみにとね、まだそれぐらいしか言えませんが、楽しみなあれを打ち合わせをしておりましたが、年末かな、放送は年末かな、なんでお楽しみにしてください。いずれ再開すれば YouTube でねネタもやると思いますんで、猫が来た、どいて、ちょっとどいてご覧になってくださいと。伊藤さんがね早ければもう退院できそうだと、まだ安静していなくちゃいけない日は続くということだったので、もうちょっとゆっくり休んでいただいて、って感じでね YouTube の方はやっておりますんで、再開を心待ちにしている皆さんはもうちょっと待っていただければなと思います。そんな打ち合わせをしておりましたが、見ましたです。アバランチね。5話目。いやー、これ今回は成敗される人がねいなかったわけではないんですけども、ちょっと思考がこれまでの回とは違いまして、羽生綾野剛さんの過去が語られて、どういった経緯でアバランチになったかっていうのが語られてた回でありましたけども、話としてはね、3年前に、国際会議が行われるっていうところに、まだ今のね大山官房副長官が警備局長時代だった頃に、その国際会議にテロ予告があると。でそれの警備をその大山が一手に引き受けてたわけなんですが、でそこで羽生は警備に当たっていたんですけども、テロ集団が潜伏してるっていうね情報提供者がいて、そこに張り込んでて SAT の出動要請を出してたんですが、 SAT がなかなか来ないんで、しびれを切らした、羽生が突入して爆発して、命からがらね綾野剛というか羽生さんは助かるんですけども、そこで5人のね命がなくなってしまい、で自責の念に駆られてというか町工場で働いて、今までの自分をねこう殺して町工場で働いているんですが、そこのなんとその町工場ではこう取引先がねこう仕事を回してやるっつってこう袖の下をずっと包んでたと。でそこの町工場の娘がそれを見るに見かねて、ちょっとこれいくらなんでもむちゃくちゃだっつって言ってて、でそのお金を渡してる証拠のね防犯カメラの映像が USB にあるからっつって乗り込んでいくわけなんですよ。でそこで返り討ちにあってボロボロになっているところを羽生がこうなんていうのかな、すごい心意気だなっていうのを感じて、でそんな時に名前が出てこないや、猫が喧嘩を始めたし何でした、山これ見る山森ね、木村佳乃さんが
綾野剛を探してね、その町工場をねやってきて、ちょっとねこうアバランチになる直前の状態でね、実はテロのあれは仕組まれたあれだったんだっていうことをそこで知るわけですよ。でも羽生さんはもうねちょっともう俺はそういうのはいいってなってたんですが、この町工場の娘さんの行動を見て、まずはね町工場の賄賂を受けてたのに仕事をね他のところに振っちゃったっていうやつをこう懲らしめて、でアバランチに入るっていうそのいきさつが語られてた回だったんですけど、ここでねその山森さんはそのテロを偽装テロだったんですけども、そこで偽装テロですごい犠牲者を出しちゃったってんでこう左遷されるわけですよ。でその当時の内閣官房副長官だった大道寺さんはなんかこの偽装に気づいてて、これはおかしいぞっていうところをトラックにぶつけられてね追いやられてしまうと。で代わりにその警備局長だった大山が内閣副官房長官という重職について、でこう政権を牛耳って、でもう一つなんかこのねテロがあったんで警備をねもっと強い、警察よりもっと強い組織を作んなくちゃいけないっていうことをこいつは企んでるんだぞっていうのを嗅ぎつけて、で、左遷されちゃった山森を呼びつけて、こういう事実があるからちょっと暴挙というかあんな暴走させといちゃまずいんで止めてくんないかっていうのでアバランチが結成されて、で犠牲となってしまったんですけどもね、羽生さんとかっていうそういった腕の立つ人を集めてアバランチが結成されたというすごい深い話が語られておりましたけども、いやーすごい深いというかね、入り組んだというか、偽装テロを起こして、だから大山がね、渡部篤郎さんが演じる大山が偽装テロを仕組んで、こんなね手薄な警備じゃやばいでしょ、もっと強い組織を作りましょうよみたいなことで、政治の中枢に行って、そういった組織を作ろうとしているところをアバランチが今後暴いていくというね、アバランチ結成秘話というかが語られた回だったんですけども、こら猫が暴れているで中でね、いつもすごい働きをするね霧島、こいつに睨まれたらやばいぞって言ってた霧島も、当時その3年前の当時は敏腕な感じだった、当時からも敏腕な感じだったんですけども、今その大山にべったりで手先としてやってるんですけども、これどうもねやっぱり霧島がね一癖も二癖もありそうで、これはどうも今後これ大山を裏切るんじゃないのかな、裏切るというか山森側言うたらアバランチ側に寝返るんじゃないのかなって感じがねちょっとして、こう終わりの方にね、次はお前がやばいぞって言われてた人がいるんですけども、次はお前がアバランチに狙われてるぞっていうシーンがあったんで、その時にね大山からちょっと霧島がねアバランチを全然見つけないんで、お前ちょっと働きどうなんだみたいなことをね言われてるんですけども、これきっと霧島がね大山を裏切るんじゃないのかなって僕は思ってて、でその最後の最後にその羽生が指名手配、その今まで懲らしめてた
ね覆面でやってたやつのは羽生だと、羽生誠一だっていうことが分かったんで指名手配されちゃったっていうところで終わるんですけども、だから次回以降ね、こう大山の方も大山の方でちょっとアバランチに散々好き放題させられたんで、これはちょっと反旗を翻さなあかんぞってんで羽生を指名手配にしていよいよ動き出したんですけども、ちょっと不穏な動きをね霧島が見せているっていうので、これどうなっていくのかね、僕としてはね、もう完全懲悪じゃなくても僕はいいと思うんですよ。大山のね、こうやっぱ政治の力でこうねじ伏せられちゃったな、アバランチっていうドラマでも僕はすごいそれはそれで楽しみなんですが、そうなりかけたところにこの霧島がまたね、ひっちゃかめっちゃかひっくり返してくれるんじゃないのかなっていう気がしてて、またね、水戸黄門的なこう完全懲悪で悪いやつは懲らしめるね、昔の銭形平次やなんだっていう感じの完全懲悪なドラマには一筋縄ではしないだろうなって感じがします。だからギリギリアバランチ側もやられる感じで、やっぱりこうね政治の力にはかなわねえぞっていうところをこう内部崩壊させるのが霧島なんじゃないかなって僕は睨んでおりますが、どうなっていくのか非常に楽しみなアバランチね、5話目まで来ましたんでね、あと半分ぐらいですか、楽しみなドラマですんで、ぜひ見逃し配信 TVer なりでご覧になってくださいといったところですか。はい、コント町工場ね、あれ何作ってたんだろう、なんかネジみたいな金色のやつ、あれなんだろう、溶接じゃないメッキでもしてたんかなって思いながら、なんかすごいね、フライパンでこうフライパンか鍋でえらい金色のネジを拾ってましたけどね。であっこに出てた娘役のね北かなさんっていうのかながいい感じのね芝居をしてね、去っていく羽生綾野剛さんにプレゼントだっつってタバコの箱を渡すんです。その中にね町工場で作ったピアスが入っててね、いい年こえてピアスなんか似合わねえよとか言いながらずっとあれしてるんですよね。いやーね、そこもちょっとね恋が芽生えるのかどうなのかっていうところもねありつつの、でもねきっぱりとアバランチで活躍しておりますが、どうなっていくのか、その辺の行方もね含めて楽しみなドラマですんで、ぜひ見逃し配信 TVer なり、これは FOD ですかでご覧になっていただければなと思います。あとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。